足を上げる。態度変更ノートと同じように。こんくらい。大きく動かす足をね。もう低い。こうしてこの高さ。ここまで来ないと低すぎるよ。からピタッと触れて稲がふわふわ浮いちゃってるぞ。一たち目は片手なわけよね。だからどうしても致命的なには至らないですよって話したでしょ。坂本龍馬の暗殺場面の時も一回こう切られてるんだよ、バッて、で振りかぶってくるとこう坂本龍馬こうやったけど歯を上に上げちゃったからこれガツンってきて、だからこれは必ずこうせよということになってるわけです。このまま流れますよ。でも流派によっては歯を出して流すってやってるところもあるんですよね。だけどこの流派では定式通りこう歯を上にすることはない。だから切られてもなお形目を龍馬は避けようとしたんだよね。まあそれね、パニックがあったんでしょうね。ちょっとこれが形だけになってるから、これは打ってると本当これ支える手なんで、先生は指で触ってるだけになっちゃってるよ。こうピッとこれを支えるための手なんで、これじゃ形だけだよね。こうしっかり入れましょう。もう一つこれの動作の意味は、この腕を怪我しないためには、ね、これは開いちゃってると刺しちゃうでしょ、切っちゃうんで。だから支えると同時に左腕を怪我しないっていう意味でここに持ってくるっていう2つの意味があると思われるんですよね。ですからここで鞘引きしたときっとここに、もしくは曖昧だと敵に切られる可能性もあるし、自分がついてしまう巻きが開いてると可能性もあります。ですから十分鞘引きした手がパッとここへこれ出てれば切られちゃうし、ね、自分で突き刺しちゃう可能性もあるというふうに入れましょう。立てるだけだよ。相手より早くなきゃいけない。こう切ってくる相手より早くもうここでパッと入らなければいけないから、もう自分の体軸の前へ立てるだけですよね。左手の固定。
相手の剣を落とすことは無理だから、相手は両手、こっちは片手なんで、これで今切り落とす剣を打つ、あるいはコテっていう説明をしてるけど、現実両手で打ってくるあれを片手で落とす自信あります？いや、まずそれはあれなんで、現実としたら相手を打ってくるそれを立てて立てることにピシッと自分の半身入れて頭から入れて打っていく場面ですから、それしか知らないんで。2段階で練習する必要があります。まず、この中心軸でできる。それは理想のライン。だけど、それをやると、この右手は切られてしまうから、だから、中心軸を取るという心がありながら、右手を出さずに切るという。こっちじゃないとダメなわけです。だから中心のことだけ考えて、こう出てるようじゃもう自分はもう死んでますから。取ってるんだけどそこ出てないでしょ、私は右手が。この方が優れてるわけですね。ですから、こうやってこの位置で、ちょっとこう、打てますかってことです。前へ出さずに。お腹に沿うように、腰回りに沿うように。剣先が出ないのもできるんです。出てないでしょ、全然前へ。こっちがちょっと柔らかいんで。出すぎて。小さいスペースの中でできるっていう練習を一時期やらないとダメ。このスペースの中で、ここは柔らかいんで、私の方が。ここでパカッ、さやとつばがパカッ。それ座ってできるかな。立った方が楽なんで、居合っていうのは立った方が楽なわけ、自由だから。勝負は安定させて基礎を覚えるという段階は心行相の心の稽古、対処行所相の解の稽古、だけど深く稽古すると立った方が楽に動けちゃう。座った方が本当は不自由なんです。初心者はそこまで考えない、ね、初心者にとっては座った方が安定して基礎動作は練習できますよ。それは初心者の話で、本当は座ってる方が体は不自由なんで、ね、立って自由に動くなんて誰だってできることでしょう。だからもう一回やり直して、座ってももっと緻密に狭いスペースの動きでやっていくってことの方が高度なわけ。だからそれだけやればいいんですよっていうのは本当なの。派手派手しく半立ちだ立ちだって立ち回るなんていうことは容易なことなわけです。じゃあそれを座ってスモールスペースの中でやり直すってことですね、それは。この流派で要求する抜き打ちっていうのは他流にあるこういう抜き
ではなくて、へそ前で抜け、ここで、へそ前で抜いてっていうことが要求されるのでね、まあ、こうやった方が安全だし、ね、絶対顔を切らないし、胸切らませんよね、ここで。頭の中に入った状態から抜けっていう方が。だけど、ここに中心を置いて、こんな形ですかね。その方が前、手が出ないですね、ここで。でもね、長さもあるんでね、下に当たる制約がありますから、その刀があんなりに崩れますけれども、これはいいでしょう。ここをふっこう来たらそういう練習していくことがこういうふうなこの柔らかさ同じでしょ。いきなりこう抜くんじゃなくてスッと落ちることでついこう脇が開いちゃう。そうじゃなくてふっと緩んで落ちる緩む。いつもやりますよね。半身の落下。ここで半身が落下する。こう刺してる。ガバッと自分のことふっとこちらがなくなってます。そういうのは消える動き。動きが小さい。それで速さが。そこも同じでしょ、今だろう。足の動きと一致して。剣が走りすぎちゃってる。内側で止めてるでしょ。これもう走りすぎちゃってるんで、体で止めろってね。こういう軌跡になってるわけだよね。これ無駄に見えますよね。せっかくここで、そのまま